人と場を動かす力、それは正論ではなく信頼と集中から生まれます。これは職場を変える思考法を全3回にわたって解き明かすシリーズ、その第1話です。今回はどんなに正しい提案でもなぜか通らない、その根本にある原因と、明日からあなたの意見が驚くほど通りやすくなる具体的な解決策を複数のビジネス書の知見から抽出し、5分で解説します。実は仕事を前に進める上での本当の鍵は、提案の正しさそのものではなく、関わる人たちの心の温度なんです。今回の解説では、どこか古臭いイメージがあるかもしれない根回しという言葉を全く新しい視点から再定義します。つまり共感を味方に変えるための戦略的な準備、プロフェッショナルな交渉術としてのその本質を明らかにしていきます。それでは本題に入りましょう。最初のポイントは、正論が通らない本当の理由についてです。あなたの提案が通らない根本的な原因は、その論理に欠陥があるからではありません。実は人間関係の力学、ここに全ての答えがあるのです。やりたいことがサクッと実現するインバスケット的根回し仕事術の著者鳥原隆氏は、まさにこの点を鋭く指摘しています。計画が止まってしまう最大の原因は、感情的な摩擦や誰かが心の内で感じている不利益にあると。どれだけ論理的な正しさを主張しても、相手の立場への配慮をかければ、それは単なる異論として一蹴されてしまうわけです。では一体どうすればこの見えない壁を乗り越えることができるのでしょうか。そこで重要になるのが2つ目のポイント、人を動かす第一の力、すなわち信頼です。どんなに優れた議論や提案であっても、その土台となる信頼関係がなければ、そもそも聞く耳を持ってもらえないのです。ここで鍵となるのが、先ほども触れた根回しです。ただし誤解しないでください。ここで言う根回しとは、裏工作のようなネガティブなものでは全くありません。関係者一人一人の視点を深く理解し、無用な摩擦を未然に防ぐための極めて高度でプロフェッショナルな準備プロセス、これこそが根回しの本質です。信頼を築くための具体的なステップは大きく2つです。まず第一に、先ほどの鳥原氏の指摘通り、この提案によって誰が不利益を感じる可能性があるかを考え抜き、反対意見が出そうな相手の視点を誰よりも先に理解すること。そして第2に、一方的に説明して説得するのではなく、相談という形で相手をプロセスに巻き込むことです。指示や命令ではなく、助けを求めるという姿勢が相手の心を開く鍵となります。初めてリーダーになる君への著者、浅井光一氏の経験はこの効果を見事に物語っています。彼は最年少で支店長に就任した際、年上の部下たちに対し、自分には経験がないのでどうか教えてほしいと正直に助けを求めました。この態度は決して弱さの表れではありません。むしろ相手への深い尊敬の証となり、結果として誰もが彼に協力したくなるような強力な関係性を築き上げたのです。助けを求める勇気、これこそが人を動かす最強のリーダーシップと言えるでしょう。さて、そうやって周囲からの信頼を得ることができたら、次に何が必要になるでしょうか。3つ目のポイントは、全てを導く第二の力、集中です。他者からの信頼という外的な力は、自分自身の内側にある確固たる軸によって導かれなければ、決して本当の力を発揮することはありません。影山秀夫の集中力講座の中で、影山秀夫氏は自分の物差しを持つことの重要性を説いています。この自分の物差しとは、自分が長期的視点でどうありたいか、何を成し遂げたいかに基づく判断のための明確な軸のことです。この軸がなければ、私たちは日々の細かいタスクや他人の評価に振り回され続け、本当に重要なことを見失ってしまいます。少しここで2つの働き方を比較してみましょう。あなたはどちらのタイプに近いでしょうか。一つは社会の便利屋、他人からの頼み事を断れず、結果的に自分の最も重要な時間を失っていきます。もう一方は集中するプロ、自分の物差しを使い、引き受けるべき仕事とそうでない仕事を見極め、常に戦略的な方向性を保ち続けるのです。そして最後に、これら2つの力を統合します。信頼という外向きの人間関係を築く力、そして集中という内向きの自分軸を保つ力、この2つが掛け合わさって初めて人と場を動かす本物の影響力が生まれるのです。周りを巻き込む共感力と決してぶれない目的意識、この両輪が揃った時、あなたの正論はようやく多くの人の共感を呼び、実現へと向かい始めるのです。それでは今日からできる具体的なアクションプランです。まず、あなたの今の提案に反対しそうな人を一人だけ思い浮かべてみてください。
そして会議のようなフォーマルな場ではなく、雑談ができるような時間にただ一言、この件について少しご意見を聞かせていただけませんかと尋ねてみる。そしてただ真剣に相手の話に耳を傾ける。これが信頼関係を築くための小さくもしかし最も偉大な一歩となります。次回シリーズ第2話では、相手の心を動かし協力を引き出すためのより具体的な技術論に入ります。人を動かす3分前の聞き方と題して、さらに深く解説を進めていきます。このシリーズを通じて人と組織を動かす力を体系的に身につけたいとお考えの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。